はい、皆さん、こんにちは、ときまるです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう年末ですね。もう年末の雰囲気がすごいですよね。全然自分の部屋は年末の雰囲気ないんだけども、もう世間の年末の圧力みたいなものがすごくて、怯えてます。それでもう部屋に閉じこもってます。で、私のね、今年の目標は、エイウィッチとカラオケに行くことなんですよ。で、エイウィッチとカラオケに行くっていう目標がね、今年の目標なんですけど、まだね、達成できてなくて、で、それがね、あとね、何日かな、今年もうあと数日でしょう。それで達成できるかっていうのがね、ちょっと怪しいところではあるんですけど、とにかく、僕にできることはもう何もないんで、だからちょっとエイウィッチからの連絡を今待ってる状況なんですけどね、ちょっと目標を叶えられないかもしれないっていうところで今ちょっと焦ってます。ということで今日は新年に備える5つの方法っていうテーマでお送りしていきます。皆さん目標を立てるタイプですか？立てないタイプですか？で、自分は目標をね、ずっと立てないタイプだったんですよ。いろいろ年によって変えてるんですけど、正確には。というのも、今、ミニマリストっていうこともあるんですけど、やっぱりほら、今変化が激しすぎるじゃないですか。だから目標を立てても、その1年後にはもう社会の状況が変わっているから、そういうのは意味がないと。で、今を生きようって思ったんですよね。だから目標を立てずに本当に今自分がやれることとかやりたいことを真剣にやっていればどこかにたどり着くだろうっていう気持ちでやってきたんですよね。だからそういうこともあって目標を立てることをしてなかったんですけど、最近はなんか目標を立ててみるのもいいかなって思い出して、で、それでその新年に新しい年に備えるためにはどうしたらいいかっていうことをね、記事読んだり本読んだりしてちょっといろいろ考えました。で、このステップを踏むことで、ちょっと前向きな、気持ちで新しい年を迎えられるのかなと思うので、ちょっと皆さんもぜひね、興味ある方はやってみてください。一つ目はやっぱり振り返りをするってことですね。過去1年を振り返ってみるっていうことです。で、なぜその振り返りが重要かというと、まず振り返ることで個人の成長、自分の成長っていうのを理解すること、把握することができます。そして、学んだこととか、自分が新しく知ったことみたいなものを整理することができます。あとはその価値観とか、価値観の整理ができたりとか、あとは同じ過ちを避けることができる。もしその間違いをしてるんだったらね、過去1年の中にこんな間違いをしたっていうのがあれば、その間違いを避けることができます。それを把握することによって。で、あとはその目標設定が、あんまないような人、僕みたいな人にとってはその目標設定することの重要さみたいに気づくことができたりします。そういうわけで、まず振り返るっていうことが大事ですね。で、そのやり方なんですけど、これは何でもよくて、例えば、月で分けると結構分かりやすいんですよ。なので、なんか紙を用意したりとか、あとはデジタル上でもいいんですけど、1月からずっと振り返っていきます。今年の1月こういうことがあった、これをやった、これを達成できた、これで失敗した、みたいなことを全部1月から2月、3、4、5、6。で、その中には複合的な、例えば、自分がね、買ったものとか、買い物で失敗したこととか入れてもいいだろうし、あるいはここに旅行に行ったとかね、友達とここに旅行に行って楽しかったとか、新しい経験ができたみたいなことも含めていいです。だから、いろんなその自分の生活の状況、生活とか仕事の状況を全部ごちゃごちゃに混ぜて、とにかく自由に記述していくってこと。1月からね。で、そしたら1、2、3、4、5、6で12ヶ月分できるので、それでもう1年間自分はこういうことをやってきたっていう動きが振り返りでできます。で、これどんな人でもできると思うんですよ。例えば本当にもう何も自分はやってなくて、もうニートで引きこもりで、本当に何もしてないっていう人たちでも、やっぱりその日々の生活の中で、なんかおにぎりを食べたとか、作ったとか、っていうことを書くことができるし、すべてをその書くことによって何がうまくいって何がうまくいかなかったか、みたいなこともわかるので、それを全部とにかく記述すると。で、例えば日記をつけてる人とか、自分みたいにその毎日のタスク出しみたいなものをやってるような人たちは、それを振り返るだけで簡単に振り返りができます。だから、僕はアウトライナーっていうね、アプリで、毎日の日々のタスク管理とかやってるんですけど、だから基本的に毎日何か文章は絶対書くんですよね。だからそれを見ることによって、この月は何をしていたとか、どういうことを考えていたとか、っていうのがすぐわかるようになっているんで、なんか最後に
まとめて書くっていうのももちろん大事なんだけど、日々から何かを記録しておくってことは結構大事かなと思います。で、それとまたその振り返るってことは別物なので、やっぱりその改めて1月から12月までざーっともう本当に簡単でもいいんで振り返ってみるってことは、またね、違うなんか脳の記憶とか、なんかそういうところを脳の記憶の中で繋がる部分が出てきたりとか、新しい発見があったりとか、忘れていたことを思い出したりするんで、有効なので、とにかく書くっていうこと。それをとにかくやってみるっていうのがまず一つ目。で、二つ目は、目標を設定するってこと。で、その振り返った上で、じゃあ次、今年は何をやりたいとかっていうものを可視化していくことになります。で、そこには、自分の願望とか欲望みたいなものも全部ぶつけて書きます。うん。だから本当にこういうことをやりたいとか、こういうことを成し遂げたいとか、それがない人は、まずそこを探すことからですよね。だから多分探す旅に出るとか、何かしらその目標を設定します、そこで。とりあえず。仮でもいいんで、とにかく二つ目の方法は設定をしていく。設定することによって、じゃあもう今年は何をしようっていうのが、もうスッキリするんで、それだけで書き出すだけで、なんか、新しい気持ちになれたりとか、新しいとこに踏み込めたりするんですよね。これ結構不思議なもので。目標っていうのは多分それを達成するために書くのではなくて、よりその今の現実のモチベーションを上げるっていうのかな。なんか未来に対して、やってるように思えて、実はその現実をブーストさせるっていうか、現実、今の瞬間を最大化するみたいな意味合いがあると思うんで、そういう意味での目標設定っていうことを行っていく。だから、なんかそこで、その時点でそれが達成できるかなできないかなっていうのは別にそんなに深く考えなくていいってことなんですよ。で、それをね、できれば自分のそのよく見るメモ帳とか、メモ帳のアプリとか、自分が使うようなそのアプリケーションとか、あとはなんか部屋に貼れる人は自分の簡単な目標を書いて貼っておく。で、それを常に眺めてね、自分の進捗を確かめていくっていうことをしていく。それだけでも確実にね、自分が深まっていく。なんか前に進んでいるような多分気になると思うんで、そこを一つ設定してみるのはいいかなと思っています。はい、三つ目は整理整頓ですね。これはやっぱり、ミニマリズム的ではあるんですけど、もちろん。でもそうでない人にとっても、やっぱり整理整頓するっていうことがいかにそのストレスとか、そんな心のなんかこう、ごちゃっとしたね、迷いみたいなものをクリアにするかっていうことなんですよね。だからかなり、掃除をするとか、整理整頓するってことはものすごくその効果がある。で、特にその新しい年に入るっていうタイミングっていうのは、ものすごくその区切りがいいので、そのタイミングだとやっぱりその整理整頓も進みやすいし、自分がその迷っているものとかを捨てやすくなるので、前回もどういうふうに物を捨てていくかみたいな話をしたんですけど、そういうふうな整理整頓もこのタイミングでやっていくっていうことです。が3つ目です。はい。4つ目は、健康的な習慣を目標にするっていうことです。で、結構、これなんかその新年の目標を例えば立てようとしたときに、健康的な目標になる人って多くないですか？やっぱりその健康とか、あとはお金とかね、例えば貯金をしたいとかね。なんかそういう健康とかお金とかそういう話になることが多いと思うんですよ。だからそれほどにやっぱりそのみんなが設定するっていうことは、重要度が高いっていうことなんですよね。つまりそれがその人生とか生活の満足度に関わってくることなので、やっぱりその健康であることが大事だっていうふうにみんな思っていると。でも実際にそれを目標を立てたとしても、それをなかなかこうできないんですけどね。達成できないんだけども、とにかく健康的な目標を立てるっていうのは一ついいアイデアだと思います。で、自分であればいつも話しているヨガにはなるんですけど、ヨガとかランニングとか、あとはその健康っていう側面で言うとあと睡眠ですよね。睡眠と食事もそれ全て関わってくるんで、だからそういうところもなるべくその最適化しながらやっていくと。で、いきなりね、なんかその、例えばアシュタングヨガのフルプライマリーをもう毎日やるみたいな目標を立てたとして、多分それを達成しなくて、で、挫折して、なんか落ち込むみたいなことってあると思うんですよね。毎日ランニングするとか、例えば5キロ、10キロ走るみたいな目標を立てるとね。だから、まずは軽く立てるっていうこと。で、取り掛かりのハードルを下げるっていうのがとにかく大事で、だからヨガだったら、本当にもう、マットの上に毎日立つとか、そういう、もう毎日もちょっとあれかな。だから2日に1回は絶対マットの上に立つとかね。そういうことから始めてもいいと思うんですよね。それはその人の熟練度によるとは思うんですけど、そういうふうに本当に細かく設定して、で、それを習慣づけてから徐々に強度を上げていくってことが大事です。だからランニングもそうで、いきなり走ろうって思って10キロって難しいですよ。これまで走ってない人にとっては。でも、3キロとか5キロとか
っていう風な、徐々にステップを踏んでいけば、年始ですね。1月からは全然最初3キロだったのが、春、夏、秋とね、続けていくうちに5キロ、10キロと距離が伸びていくってことは可能です。それは絶対できるんで、だからそういう風にハードルを下げて、小さいことから徐々にやっていく。で、習慣づいてきたらその強度をだんだん上げていく。で、もちろん上げすぎも良くないんで、やればやるほど健康になるみたいなことってほとんどないと思うんで、限界はどうしてもいろんなことにはあるんで、やっぱり食事に関しても睡眠に関しても、寝れば寝るほど健康だってわけでもないですよね。だから、ある程度保ちながら強度は上げるんだけども、自分が心地いいとこ見つけたりとか、あとは生活全体の中でバランスをとっていくってことが大事になってきます。まあそういう健康の偉そうに言っときながら自分も全然ヨガの練習がおろそかになってるなって最近思ってて、で、だからやっぱり、来年はもう少しね、自分のヨガとかマインドフルネスとか、あと瞑想の時間を取れるようにしたいなと思っています。じゃあそのために、何を減らすのかとかね、何を手放して、ヨガにもっと集中していくのかっていうのを考えていきたいと思ってますね。はい、新年に備える5つの方法、最後5つ目なんですけど、コミュニティと学びを深めるってことです。そういうことを常々今考えてますね。最近メンバーシップ始めたりとか、自分のディスコードコミュニティを立ち上げたりとか、そういうことを今年やってきたんですけど、で、その中でもやっぱり人と関わることが自分の学びになるっていうことなんですよね。だから自分から何かを教えるのではなくて、何かいろんな催し物もそうだし、イベントとか、コミュニティとか、そういうものに参加することによって自分自身が学ぶっていうこと。で、もちろん、今までっていうか、一人で学ぶことは、それが得意な人であれば簡単なことだと思うんですよね。で、特に本当にもう最近だと、もう、インターネットとか AI も発達してるんで、もう学ぼうと思えばいくらでも学ぶことができると。でも、一人では学べない学びっていうのがむしろこれからますます大事になると思っていて、だからそれは、やっぱりある集団の中で学んだりとか、プロジェクトの中で学んだりとか、だからそれはコミュニティ、やっぱり人と人とのつながりの中で、自分が普段やらないこととか考えないことを、そこで触れて取り入れていくってことなんですよ。それがやっぱりかなり人間的な成長に重要だなと、ますます最近思うようになってますね。それは自分自身がそういうふうな、プロジェクトとかに関わるようになって、よりね、いろんな人の考えを聞いたりするっていう機会も増えてるっていうことと、あとは自分自身でそういうふうなコミュニティを立ち上げて、実際に運営してみると。で、これが長く続いていくかどうかわかんないんですけど、もちろん失敗したりとか、全然運営がうまくいかなくて、もうすぐ辞めちゃうってことにもなるかもしれないんですけど、それでもやっぱり日本っていうか、世界中にはいろんなたくさんのコミュニティがバーって乱立してるような状態になるので、今後ますますそういうものは加速するんじゃないかなと思ってます。完全にAI 時代に多分2025年から入っていくと思うんですけど、でもその予兆が今も完全にあって、新たにね、コミュニティみたいなもの。で、逆にもうちょっと危ない方向で言うと宗教とか新興宗教みたいなもの多分どんどん増えてくるような時代にまたなるのかなと思っていて、そういう自分の趣味趣向みたいなものを本当に小さくやりながら、やっていくようなコミュニティが乱立していくような状態になるのかなと思っています。SNS とかもやっぱり今、だいぶ各プラットフォームが成長していて、で、ふざけられないっていうか、そういう状況になってきてると思うんですよね。だからよりクローズドなところで、自分たちが本当に楽しいこと、人間らしいことをやっていくっていう。それを昔は多分村社会的な、本当に地域の人たちとか、地域の小さな、仲間とか友達とか多分やってたことを、そのままインターネット上でやるみたいなことが、ますますね、加速していくんじゃないかなと思ってますね。来年以降っていうか、もうそういう流れが来てると感じますね。はい。ということで今日は、いろいろ話散漫になっちゃいましたけど、新年に備えるための5つの方法っていうテーマで話してきました。皆さんは、来年はどういうことをやりますか？どういう目標がありますか？もしよかったらコメントにも書き込んでください。はい。ということで今日はそれくらいで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。チャオチャオ